皆さん、こんにちは。私たちは今、TOMO 群馬が開催される日本の群馬県高崎市から配信しています。本日はキーノートスピーカーとして3名が登壇します。その後は我々ティーンとモデレーターの先生を交えて、デジタルクリエイティブと思い描く2040年の群馬というテーマでパネルディスカッションを実施します。それではまず僕のキーノートスピーチから始めます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、画面があ、そうです。すいません。はい。ということで、私は空気を読む AI、KI という、音楽のレコメンデーションシステムを開発してまいりました。それについての発表をさせていただきます。まず、現代社会には、数多くの配信サービスというものが存在しています。特にこの挙げられている4つのサービスっていうのは、主要なものなのかなというふうに考えています。ですが、このようなサービスにおいて、本当に、私たちが聴きたい曲が聴けないことや、同じような曲の繰り返しで飽きがちであるというような問題が見られると私は考えています。そこで私はパーソナライズされた音楽の聴き方として KI という、再生プロダクトを提案します。KI というのは簡単に言うと表情認識 AI というものを用いて会話から最適な音楽を再生するプロダクトです。それでは KI の仕組みに入ります。KI というのはまず、皆さんのユーザーの表情を撮影し、そこから感情を推定します。そして KI はユーザーに対して、自発的に働きかけて会話を行います。そして会話によって、許諾などが得られた場合、適切な音楽を選択し再生を行います。これが、KI の、簡単なフローになっています。まず表情認識として KI では Deepface という、API を用いています。Deepface は、顔の認識 AI で顔を認識してそこからユーザーの感情を推定することができます。KI では、挙げられている7つの感情、怒り、恐れ、悲しみ、苛立ち、普通、喜び、驚きのこの7つの感情を推定します。この7つの感情を用いて、これから音楽の推定と会話などを行っていきます。まず会話において、KI では ChatGPT-4 を用いています。ChatGPT-4 では6つのニュートラル、普通という感情を除く6つの感情に対しては会話を生成することができました。しかしながら、この一番下にあるニュートラルという部分では、中立的な感情といった感情とは該当しない中立的という、項目によって会話が行われているため、これでは正しい会話が行われていないと判断したので、このニュートラルに対してより適切な会話を行うために、マルチモーダル AI である GPT-4V というものを用いて、インプットされた画像の雰囲気をキーワード化するように、チャット GPT に、質問をインプットしています。Describe the person's vibe in the image in one word ということで、これをインプットすることによって、例えばこの今表示されているインプットイメージでは、シリアスというワードが一文字で生成されます。これを用いて、先ほどあったような会話を行うことによって、すべての感情における会話を実装したと言えると考えています。次に、音楽の選択のレコメンデーションシステムに移ります。ここでは、Spotify API というものを用いていて、Spotify API では曲のデータ、11種類の曲のデータを得ることができるのですが、そこにおいてエナジーとバランスという2つの指標を用います。この曲のデータと感情を結びつけることで、ランダムに選曲を行っていきます。KI では、2つの軸を用いています。1つ目は縦軸として先ほど説明したエネルギッシュさ、そして2つ目がポジティブさというこの2つを用いています。この2つの軸に対してラッセルの感情変換モデル、この左下に表示してあるものを用いて感情を2次元空間に設置していきます。まずハッピーとサプライズがこういう風になって
アングリとディスガストでサットという風に設置して、で真ん中にニュートラルを置くという形になっています。でこうすることによって、感情と音楽の、関係を一つの図に示すことができるようになりました。これを用いることで、KI の、図の上に曲を一曲一曲プロットすることができるので、これによって感情から楽曲を選択するという一つの、システムを作ることができました。はい、次に、フィードバックについて少し説明をすると、KI では音楽が、この図ですね。この図で、感情を振り分けていったのですが、人によってどの感情の時にどの曲を聴きたいかっていうのは異なるので、それを改善するためのフィードバックを作成しました。まだ、開発途中ではあるんですけれども、現段階では例えば、ちょっと右上に Songs Played ってあると思うんですけど、そこの曲が流された場合、ユーザーに対してその曲が良かったか悪かったかっていうことを聞きます。それでもしこの場合良くないというふうに回答した場合は、このハッピーの領域が左下に移動するという形で、フィードバックを行っていきます。これを繰り返すことで KI は、人によって音楽のアルゴリズムをパーソナライズすることが可能になりました。はい、そして今後の展望です。今後の展望としては、まずは、KI では表情認識 AI っていうものを用いていたのですが、その、感情推定というところの質を上げるために Apple Watch などのウェアラブルデバイスというものを用いて、より正確に多角的に感情推定を行えるようにしていきたいと考えています。そしてもう一つは、音楽推薦アルゴリズムやフィードバックといったところの、改善の余地が見られるので、そこを改善していきたいと考えています。そしてこれらの機能を実装して、ユーザーが本当に聴きたい曲というものを、自分でコントロールできることを目的とする、iOS アプリっていうのを開発することを目指しています。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。皆さんこんにちは。根っこゆうたです。よろしくお願いします。発見アレルゲン、食への安心を世界に。240万人。日本人口のおよそ 2% にも上る多くの人がアレルギーを持っているとされており、乳幼児に限定するとその数は55万7千人。実に全体の 10% を占めます。症状によっては命に関わることもあるアレルギーですが、身近な対策の一つに食品の原材料表示があります。特に日本では図の8種類が特定原材料としてどんな食品にも含まれているかどうかの記載が法律によって定められているものになります。ですが、書いてあることがわからない人はどうでしょうか。実際、私が実施したアンケートの中で、視覚障害者の方は誰かに見てもらわないとアレルギーが含まれているかわからないという話を伺うことができました。そんな中、私が開発したのが発見アレルゲンです。上下に搭載されている認識装置から中央のステージに置いた食品に含まれている原材料表示を読み取り、音声で出力してくれるというものです。実際に動作している映像がこちらです。この食品には乳成分が含まれています。ご覧の動画のように、音声が出力される前に音声が出力されるのに少し時間がかかるという欠点がありました。これは
食品のパッケージに記載された文字の情報をすべて読み取っていることが原因です。そのため、食品に記載されている原材料表示の情報を事前に集約し、アレルゲン QR として一つの二次元バーコードにまとめることで、音声の出力までの時間を短くするといった手法を取りました。そちらを実装した映像がこちらです。この食品にはエビが含まれています。アレルゲン QR がないときと比べ、明らかに音声出力までの時間が短くなっていることがお分かりになられたかと思います。これを実際に使用してもらうため、盲学校に行って全盲の生徒の方に実際に発見アレルゲンを使っていただきました。そこでは、例えば商品を購入するときにこの製品があったら便利だなという意見や、動いているかどうかわからないから動作しているときに音が出るとすごく便利だという話など、いろいろな意見をいただきました。その中でも実物として形として発見アレルゲンがあることがすごく便利だというふうに話していただきました。また盲学校の先生からは、視覚障害といっても症状は人それぞれで、実験を手伝ってもらったような全盲の方もいれば、弱視といって視界が少しぼやけている、視野が狭いなど、人によって症状が様々だという話も伺いました。なので、発見アレルゲンの機能をアプリケーションとしてまとめ、リリースすることが効果的な人もいるということが分かりました。そこで、発見アレルゲンの機械自体は、文字や空間の認識が困難な人に向けて、そしてこの機能をアプリケーション化することで、文字の認識が困難な人に対して、さらにアレルゲン QR をより効果的に用いることで、例えば食品の原材料表示だけでなく、より細かい成分表示、消費期限、賞味期限など、より多くの情報を搭載し、より多くの人が求める情報を提示できる機器に、この3つを発見アレルゲンの軸として、段階的にターゲットを拡大していくことができます。また、日本では昨年度、障害者差別解消法の改正がありました。以前までは障害者の方への合理的配慮が行政で義務、事業主では努力義務とされていたものが、令和6年4月からは行政、事業主ともに義務化され、今まで以上に事業主、企業が消費者に対して持つ責任が大きくなったことと思います。社会全体で発見アレルゲンのような製品が求められているということです。群馬県は食産業が盛んであり、そんなここ群馬県から食への安心、食べることや食品への安心を日本やそして世界に波及させていきたいというふうに思っています。以上です。ご清聴ありがとうございました。はい、竹内結人です。お願いします。環奈先生という名前でやらせてもらいます AI アバターで変える不登校の生徒の学びの未来ですね。でまず簡単に自己紹介からさせていただきます。改めまして竹内結人と申します。共愛学園前橋国際大学国際社会学部情報経営コースというところに所属をしております。で私は、大学1年生から現在に至るまで個別指導塾でアルバイトをしております。で
担当する生徒は小学生から高校生までの幅広い年齢層を担当しておりまして、でその中でも結構不登校の生徒を見ることも多いです。でただ勉強を教えるだけじゃなくて、じゃあその生徒がどういうふうに教えていったら自立して勉強していけるかなっていうのを考えながら日々業務に励んでおります。でまた学生団体で、大学の中の学内向けのアプリ開発にも従事しておりますので、その教育とあとはその IT の技術の知見を生かして不登校の生徒に何かできることないかなというふうに考えて、今回、紹介するプランを、立案しました。はい。で現状として、中学生の不登校の生徒がどんどん増えていっているという現状があります。でそれに比例して VTuber の市場規模もどんどん増えておりますと。でまた対面よりオンラインの方が気楽と感じている10代の生徒がどんどん増えておりますので、特にこの若者の中でそのオンラインでのコミュニケーションであったりとか、あとはバーチャルでのコミュニケーションにすごく親和性を感じている方が多いのかなというふうに考えております。でそこで AI アバターにより対話型かつ個別最適な学びを特にこの対人コミュニケーションが苦手な不登校の生徒に提供できるんじゃないかというふうに考えました。でこちらが事業スキームになります。本事業は自社開発のシステムを基盤に、OpenAI の API を用いて、AI が生徒にリアルタイムで、生徒の質問に回答をします。でこちら学習者と保護者ですねは基本的にどこからも学習できるように Web アプリケーションだけでなくて App Store だったり Google Play Store からアプリを入手してそのアプリケーションにアクセスできるようにしております。はい、でこちらが具体的なアプリケーションの UI になります。これはちょっと Web アプリケーションを想定しているんですが、生徒がなんで奇数足す奇数は偶数になるのっていうふうに聞いたら、音声認識の結果がまず左上の方に表示されます。でその後に左下の方でOpenAI の API から回答が返ってきたものがそのまま文字として表示されます。でそれと同時に右側のこの AI アバターですね、アバターが動きながら目とか口とか動かしながらちょっとなんだろうな、平坦の声だと聞いている生徒もつまんないかなと思うので、ちょっとアニメ調の声というかので、実際にこれを読み上げて教えてくれるようなそんなシステムになっております。でこちらが具体的な動画ですね。奇数足す奇数はどうして偶数になるの？こんな感じで生徒が質問をして、いい質問だね。こんな感じで奇数アバターがちょっていうのはっと動きなが2でら割った時に1が余る数のことだよね。答えてくれるよう例えばな形になってます。でこのアバターは今5とかね。現在開発段階ではこのアバターのみなんですが、今後いろいろな種類にこの8は2でアバターを割り切れるから展開していこうかなというふうに偶数になるんだよ考えております。具体的に言うと、奇数は 2n 足す1って形で表せるんだけど、2つの奇数を足すとこの音声の方も 2n 足す1足す 2n 今この音足す1声だけしか使われてないんですが、今後どんどんいろいろと数を増やしていこうかなというふうに考これは2えてで割り切れおりる数。ます。つまり偶数になるんだよ。何か気になることがあったら、また聞いてね。はい、こんな感じですね。で市場性収支計画として、まずユーザー数を24万人見込めるかなというふうに考えております。で5年後の売上としては4億8800万円ですね。月額利用料は2000円に設定をしております。でこれにより事業開始2年目から累積利益黒字を見込んでおります。はい、で実現のための体制として、すでに先ほども見ていただいた通り、アバターのデザインと、あとはプロトタイプはもう作成済みになるので、今後もうちょっとアバターデザインだったり、音声を増やしていって、バックエンドの開発にも着手していこうというふうに考えております。で事業化に向けてですね、ここでこのプラン、本事業の強みもちょっと説明していただこうさせていただきたいなと思うんですが、本事業は自社で新たに LLM を開発するのではなくて、既存の LLM をいくつか組み合わせて開発をしているので、特にこの開発スピードが速いというところが強みかなというふうに考えております。なので今後は教科書会社と提携をして2026年4月リリース開始を目標としております。
このようなことを通して学習機会の格差を是正し、すべての生徒が未来に希望を持てる、そんな社会を実現していきたいと考えております。ご清聴ありがとうございました。以上で、大丈夫ですか？入ってます。大丈夫ですかね。以上でキーノートスピーチは終了となります。この後パネルディスカッションの準備をしますので少々お待ちください。はい、それではツーモ群馬から、パネルディスカッションを、始めさせていただきたいと思います。この時間の、モデレーターを担当します、群馬県の大学で、大学の教員をしています村山と言います。よろしくお願いします。さて、今回のパネルディスカッションのテーマはデジタルクリエイティブと思い描く2040年の群馬というふうに設定をしたんですけれども、日本語のという、言葉はすごく面白いというか難しい言葉で、英語にするといろんな実は意味があります。で with だったり、by だったり、in だったり、実はですねそういう思いを込めて、このテーマで、若者の皆さんに、話を聞いていこうかなというふうに思っています。で、このパネルディスカッションの時間から、新たに参加してくれる2人の、若者を、紹介したいと思います。じゃあまず西山さんからちょっと自己紹介をしていただいてもいいですか。高崎高校2年の西山拓人です。私は AR グラスを用いたコミュニケーションの媒介ツールを作成しています。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあニマさんお願いします。はい、今大学3年生の、ニマと申します。アプリ開発、モバイル開発に取り組んでおります。今ネパールからの留学生ですので、本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、先ほどキーノートしてくれた3人と、新たに2人の、若者を迎えて、この群馬の、そして日本のそれは世界にもつながると思うんですけど、その未来について、熱く皆さんに語ってもらおうかなと、思ってます。自由にね、聞きたい話をしてもらいたいなと思うんですけど、じゃあまずはこう2040年ということで、さっきオープニングの、ところでもあったけど、やっぱり10年から15年後ぐらいのこう未来をこうぜひみんなには思い描いててほしいなと思うので、こう僕らではなくてね、みんなが思う2040年15年後の群馬や日本ってどうなっててほしい、どうなってるかっていう予想してほしいんじゃなくても、こんななってほしいよねっていうそんなね、ことを聞かせてほしいんだけど、これ西山君から言っちゃって平気？そうですね、今私は自転車通学、はいはいはい、学校に行ってて、はい、一つ思うのがやっぱり群馬は自動車が優先というかすごい多いので、なんかもっと自転車で通学しやすければいいなっていうふうに思って、でそうですね、一つ思うのがやっぱ車道は自転車なるべく走らなきゃいけないじゃないですか、でも車道は車があって、でその自転車通行帯もあるんですけど、そこはよく車が入っちゃうみたいなこともあるので、その最近はフロントガラスに AR っていう技術があるので、視覚的にどこの場所だっていうふうに、そうですね、自転車はこの道走るんだっていうのを車にも分かりやすくできれたらいいなっていうふうに思います。西山君はもう AR 大好きそうですね、最近ハマってます。最近ハマってる、AR にハマってる。なるほどね。これは国によっても違うんだけど、日本はね、結構自転車で通う、これはもう中学生ぐらいから自転車で通う子がこう結構いて、僕も車に乗っててね、もちろん気をつけて、運転してるけど、みんなからしても怖いよね。怖いことあったりするよね、きっとね。はい、たくさんそこはちょっと聞かないでおこうか、はい、まあそれが不安じゃない群馬が来る15年後来てほしい。そう思います。来てほしい。はいはい、ありがとうございます。はい、じゃあ根っこくんどうですか。2040年の群馬はこうなっててほしい。はい、僕はすごく人と関わるのが好きなので、やっぱいろんな国の人とそれこそリアルタイムで話したいなっていうのがあります。まあ今もうすごくネットが発達して話せるようにはなったんですけど、こう
まあ、例えばそういう機会が増えるとか、うんうん、システム上のことだけではなくて、まあ、機会がもっと増えたりとか、いろんなところでいろんな人と関われるような未来になりたい、なってほしいという思いがありますね。それはこう群馬県の中でってこと、それとも例えば今日まさにこの AI ティーンズがそうだけど世界中の人とっていうイメージ、どっち？は世界中の人とっていうイメー世界中の人とジですね。はいはいはい。それは僕そんなこと言えないんだけど、言語の問題は大丈夫ですか？やっぱそこで AI となるかほどね。システムが来るかなというふうに思ってます。まあ今かなりちょっと誘導した感じはあるけどね。はい、はい、ありがとう。世界中の人とねもっとつながれる群馬からもっといろんな人とつながれる社会。はい、やっぱ内地なので、海外に。確かにね、確かにね。はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあ小野くんどうですか？はい、僕はなんかもっとこうデジタルの教育みたいなのが増えていくことが大事かなっていうふうに思ってて、実際僕たちの世代って、こう県からいろんななんていうんですか、活動っていうかで、教えていただいたりとか、逆に自分たちが、まあ、こうして出てたりとか、発表する場っていうのがたくさんあると思うんですけど、それって、まあ、これからどんどんもっと、まあ、僕たちはこうなんていうんですかね、自分たちでやろうとしてきているわけじゃないですか。そうじゃない人にもこうもっと多くデジタルとか AI とかそういう教育が広まっていくことってすごい大事だなっていうふうに考えています。実はそれについてはこうちょっと後でまたみんなに振ろうかなと思うんだけど、今せっかく小野くんが言ってくれたから、こうどう？まだ足りない？いやまだ足りないんじゃないですかね。小野くんでも足りない？いやまあ、もうさっき言ったんですけど、やっぱ、なんていうんですかね、その取りに行ってる人には届いてると思うんですよ、教育が実際。でもそうじゃない子たちがその、ある意味自発的じゃない人たちにしっかりベースを作っていくことみたいなのが大事なのかなっていうふうに思ってます。なるほどね。はい。まあちょっとそこの今日はAI と教育っていうのもすごく大きなテーマにこの会全体がねなってるので、もう今まさに教育を受けているみんなにまたちょっと後でそこは詳しく聞こうかな。でもみんななんかちょっと真面目だね。はい。じゃあ竹内くん、そんな中で2040年の群馬はどうなっててほしいですか？そうですね、僕はその群馬で世界を牽引する企業が生まれてほしいなっていうふうに考えています。でさっきこの根っこくんの話にもあったように、やっぱりこの世界でこうコミュニケーションって今すごくこうなんだろう、どこにいてもこうつながれるっていうところで、どこにいてもコミュニケーションができる中で、そのなんだろう、世界との隔たりっていうのはどんどんなくなってると思うんですね。でじゃあそこで、どんどん今こう企業誘致とかも頑張ってる群馬県で、そのまだまだこう世の中にはこうデジタル化されてないというか、デジタルが入り込む余地がある場所っていっぱいあると思うんですね。なんでそこに入り込む、そして特にこう世界に大きなインパクトを与える、そんな企業が、それこそこう彼らが作ってくれてもいいと思うんですけど、そんな企業が群馬から生まれればいいなというふうに考えてます。別に竹内くんが作ってくれてもいいんだけどね。いいんだけど、なるほどね。じゃあ世界を牽引するような企業が群馬に欲しい。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ丹羽くん、群馬でもいいし、こう世界っていう視点でもいいけど、2040年のデジタルクリエイティブ圏群馬はどんな姿になっててほしいですか？そうですね、群馬は比較的に他の県より多くの国籍の方が多くいるっていうのを感じまして、で結構他の県よりもその異文化に触れている県民の方が多くいまして、でそこで結構コミュニケーションとかも結構取りやすいと思っていまして、でこれからの群馬はやっぱり今後その人材不足とかあると思うんですけども、そこに注目して多くの国籍の方が魅力を感じるようなコミュニティとしても、生きる場所としても、築いていけたらいいかなというふうに自分としては願いがあります。これは実は日本っていうのはすごくよく単一民族国家なんて言われるけど、こうある意味ですごく多様性がね低いところなんだけど、群馬県っていうのはすごくこう外国にルーツを持たれている方のこう
比率がすごく高い実は県なんですね。まあそんなだからこそこう丹羽君も今群馬で学んでくれてるわけなんだけど、まあそんな群馬であるからこそこうもっと異文化や多文化が進んでっていうところに、それちなみにそこに AI やあるいはデジタルっていうのはどう貢献できるのかな、あるいは貢献したいのかな。そうですね、AI は、あくまでツールとして使って、言語という壁でしたり、自分が知らない文化や習慣などの、補足というかツールとして、使いながら、そこで自分たちの、なんですかね、その人との個性を生かして、交流をできたらっていうふうに、ツールとして使えると思います。なるほどなるほどね。AI、これまさにこれから次皆さんに聞こうかなと今思っているテーマが AI ってみんなにとってどんなものなんだろうっていう、つまり今丹羽君がこう多文化いろんなコミュニケーションの補完だとかね、そういうものにもう多分まさにそれを使ってると思うんだよね、丹羽君なんかは。なんだけどこう今日本のハイスクールで学んでる3人は AI ってみんなにとって何じゃあ西山君からいこうかこれじゃあちょっと小野君からにしとく。じゃあ小野君からいこうかAI って今のティーンにとって、日本のティーンにとって何だろいやでもまだ尖った存在っていうんですかね。あ、そうかなとまだそう思ってます。実際なんか、その世の中に広がったのって、今僕高校3年生で、高校1年生の時はなんかそのエンジニアっていうかプログラミングしてる時とかもまだ実際使ってはいなかったのかな。でも今はなんかもう使うのは当たり前みたいな感じになってきてると思うんですけど、それはこう AI に近いエンジニアって世界だからこそだとは思ってて、そうじゃない世界の人たちにとってはまだまだこう若者でもなんていうんですか、 AI に対して慣れてない感っていうのはあると思います、ね。周りのこう人たち、友達たち、仲間たちはどう AI とのこうつながりっていうのかな、使い方っていうのかな。でも使ってる人はバリバリ使ってますよね。それはかなりこうギャップがある感じ。使ってない人は全然、使ってる人はって。ああ、なるほどね。小野君はバリバリ。使った方がいいとは思ってるんで、積極的に使っていこうっていう姿勢でいます。なるほどね。猫君どうですか？はい、そうですね、僕も小野君と同じで、AI 使ってるんだよねっていう話とかを友達とすると、お前すごいねっていうふうになるんですけど、僕はそれがちょっと違和感というか、やっぱみんなが使うべきもので使えるようにするべきものかなっていうふうに思っていて、ただもちろんそれは AI を使うであって、一つのツールとして、新しく AI っていうものが増えたっていう形で、例えば数式と同じように、普段日常からちょっと使うような一つのツールとして AI があるのかなっていうふうに思ってます。でもやっぱまだ使ってる人は少ないというか、ちょっとギャップがあるかなっていう感じですね。それはこう見ててもったいないなって思う？もったいないなって思いますね。ここ使えばこの作業だってもうすぐ終わるよとか、時間の使い方をうまくするじゃないですけど、タイムパフォーマンス上げるのに、ここで使えばっていうところがやっぱあるなっていうふうには思います。なるほどね。はい。じゃあ西山君どうですか？そうですね、自分もあまり普及してないというか、使ってる人は使ってるけど、使わない人は使わない、その原因というとか、先生方はまだあんま使わないとか、授業中で使うなみたいな、そういうところもやっぱあるのかなっていうふうに考えてまして、でも猫さんがおっしゃったように、その活用した方が圧倒的にタイパがいい場面っていうのは結構あると思うので、そういうところで AI を活用していく教育っていうのも大事かなっていうふうに思いました。逆にというか、こうもしかしたら世界の人たちは不思議に思ってるかもしれないんだけど、こう日本ってAI をちょっとこう敬遠するというかね、特に高校とか中学校なんかだと、それをよしじゃあみんな使うよとはなかなかなってない
よね。でそんな中で3人はどこでそういうのをこうやりたくなったのか、やりたいと思ったその瞬間と、どこでそれを学んだのかっていうのをちょっと西山君から教えてもらっていい？ AI だけじゃなくてデジタルっていうことでいい。デジタルのことについてなんで学びたくなったのか、そしてどうやって学んだのか。やっぱり便利ってところが大事かなっていうか、大事というか、便利だなってすごい思った時に、それはやっぱりデジタルがあったり、AI が活用されてるからこそ便利にどんどんなっていっていて、自分も自分の生活をより便利にしたいっていう思いから、そうです AI っていうのに興味を持って、でそうですね、部活に入って先生からいろいろ学んで、AI とかデジタルについて学んでいきました。ということはなんかごめんね、すごく嫌な言い方かもしれないんだけど、大した理由じゃないってことだよね。そうですね。そうだよね。なんか、便利になったらいいのになってやったらそこに AI がいたっていう、そういうことだよね。そのぐらい自然なことでいいんだよね、きっとね。なるほど。ねこくんどうですか？なんで？僕はもっと理由があれなんですけど、デジタルっていうことで言うと、絵をずっと描けるっていうところなんですよね。タブレットを初めて渡された時に、お絵描き帳じゃ有限なんですよ。でもタブレットって無限に絵描けるんですよね。その通りですね。その1枚の薄い板の中で無限の世界が広がるその面白さっていうのに気づいたのが、多分一番デジタルに関心を持った最初のポイントだったかなっていうふうに今思ってます。あれ、ねっこくんは絵描くのが好きなの？いや、映画好きっていうわけじゃないですけど、こうアイディアもそうですし、何でもかんでも無限にインプットできるっていう面白さ。インプットだったりアウトプットだったりね。なるほどなるほど。はい、ありがとう。どうですか、小野くん？そうです。僕はなんか小さい頃からゲームするのが好きだったんですよね。それきっかけでこう小学生の時とかにパソコンでマイクラしたりとかで、そこで慣れてってというか、それが当たり前の存在になってたんで、そう入りやすかったっていうのは一つあると思ってて、でもう一つはなんかちょっと現実的な話にはなるんですけど、市場っていうんですかね、マーケットが大きくなっていく産業にこう関わっていくっていうのは、現代の生き方として適切だなと考えているので、それもあると思ってます。どっちが大きいのかな？後者かもしれない。いやでもそれってすごく大事で、いや今こうなんかティーンのみんなも含めてちょっとこう笑いが起こる。でもそれって多分世界グローバルスタンダードで言ったらむしろ素晴らしいことというか当たり前というか、だからもうぜひ群馬で世界を牽引する産業を作ってもらってね、ありがとうございます。でめちゃめちゃみんなが話してる時に大学生がうなずいてたんだけど、こう大学生は学び方がここ 2,3 年で変わったんじゃないかなと思うんですよ。つまりその大学1年生とか高校生の頃ってまだ AI なんならデジタルを使った何かってまだまだ少なかったと思うんだけど、本当にここ 1,2 年で多分2人は AI を使わないと学べないぐらいの、デジタルを使わないと学びたくないぐらいの多分生活をしてるんじゃないかなと思うんだけど、どうだったその AI による学びの変化、生活の変化でこうまさにティーンからこうだんだん大人になるにつれての変化の中でどんなことを感じていますか？今竹内君から。そうですね、ちょうど僕が高校生ぐらいの時に、僕は iPad を手にして、で学校ではもちろん使ってはなかったんですけど、家での勉強とかでそういうのを使い出して、やっぱなんだろうな、さっき猫くんが言ってたことと重なるとは思うんですけど、やっぱ無限に書けるというか、なんかそれで紙をいちいち買わなくていいし、でもちろん大学に入ったらいちいちなんていうんですか、自分が持ってきたノートとかじゃなくても普通に iPad でこう勉強していいよとか、持ち込んでノート取るとか使っていいよとか言われたんで、なんかそこですごい持ち物が減ったっていうのが結構一番大きいかなとは僕は思ってますね。なるほどね。
であとは AI っていうので言うと、多分今普通にいろんななんだろうなこうレポートを作ったりとかそういうのにもガンガンそのジェネレーテッド AI を使ってると思うんだけど、そこはどう？楽？めちゃめちゃ楽だと思いますね。やっぱその、それこそ僕もコード書いたりしますけど、やっぱそのいちいちわからないところをネットで調べるよりも、そのジェネレティブ AI に聞いちゃった方が圧倒的に早いんで、やっぱその学習のその時間効率もめっちゃ良くなったので、やっぱそこも欠かせないですね。なるほどね。岩君どうですか？多分この中では一番コードというかシステム寄りなのかなって僕は勝手に思ってるんだけど、生成 AI のインパクトってどうなの？そうですね、この2、3年でLLM が普及した結果、結構LLM に頼ってコードを書く方が多くいらっしゃると思うんですけども、やっぱそこは結構意見が分かれる場所だと思ってまして、私個人的にはどちらも正しいと思うんですけども、やっぱりその時間を短縮する面で見るとAI を使うことって結構適切だと思うんですけども、ただそのコードを書く上でやっぱ長く生きるコードを書くっていうのが結構昔からのエンジニアが大事にされていることで、その最近の LLM ですとなんですか妄想といいますか、そのハルシネーションが起きるっていう現象があるので、そこでその個人情報でしたり、人が毎日使うようなものを作る上ではちょっとまだそこには達してないかなと思っていますし、でもその、自分たちが楽しむために何かを作り上げたいとか、その辺ですとその AI を使って、より短時間でコードを書いて、楽しいものとして使うのはそれは素晴らしいことだと思っています。なるほど。じゃあこう実現したいことのフェーズによって変わるのかな、きっとね。なんか今みんなに話を聞いてて、デジタルもそうだし AI もそうなんだけど、ちょっと便利とか楽とか、分かんない大学の教員からするとちょっとズルだったりとか、みたいなところの入り口で、僕もそれですごくいいかなと思ってて、だけど突き詰めたくなったり、あるいは本当になんだろうな、長く今生きるコードって言ったけど、そういうのはやっぱりしっかりと学んで実力もつけてっていう両方が必要なんだね、きっとね。そうですね。でも、そういう意味で言いますと、その学習ツールとして自分たちの理解度を深めるっていうところだと、結構 AI をツールとして使うのがとてもいいと思います。なるほど、はい、ありがとうございます。そうすると今ここに来てくれているみんなはいいデジタルや AI との出会いがあって、でそれを使って学ぶこともスムーズにできたからこそいろんなチャレンジをねしてくれてるんだと思うんだけど、2040年にさっき言ったみんなが言ってくれたようなビジョンを達成するためにはどんな教育が必要かって、今みんなは自分でさっき小野君の言葉で言うと取りに行かなくてもいけるどんな教育が必要かっていうことと、あとはみんなよりももっと若いティーン、やっぱり中学生とかにどんなマインドを持ってほしいかっていうのを2040年のねすごい群馬を実現するために教えてもらっていいですか？西山君からいいかい？やっぱり大事なのは AI について知ることだと思うので、それで利点だけでなくてやはり危険性というか、最近だと AI が作ったものって分からずにこの人作曲者すごいみたいな、なんか見たことがあって、やっぱりそういうことの気づくというか知るためにも、もやっぱり AI について学んで、そうですね、うまく付き合っていくためにも、危険性だったりっていうのを理解しながら、っていうのを教育に入れていくといいかなっていうふうに思います。これあれかな、中学とか高校の授業とかでそういうのをもう入れてった方がいいですか？そう思います誘導したな今なじゃあ西山君ごめん、続けてそういう社会というか、もちろんAI って万能ではないので、学ばなきゃいけないこといっぱいあるんだけど、そんな世界にこれから入ってくる次のティーンたちはどんな思いを持ってデジタルに向き合えばいいですか？ AI に向き合えばいいですか？
でもやっぱり希望だと思います。希望、はい、ほう楽しいぞってこと？はい楽しいです、なるほどね、はい、なんかほら大人たちはさ AI ってなんか仕事が奪われるとか、そういうなんかネガティブな風に捉えるこう人たちもたくさんいるんだけど、西山君自体は全然そんなネガティブじゃない？ AI は。そうですね、現時点でも多分翻訳っていうのは完全に AI で置き換えることができるっていうふうに考えてるんですけど、でも今はそんなことはなくて、普通に翻訳者の方がいて翻訳してくれる、やっぱそこには人間ならではの感性だったりっていうのが大事かなっていうふうに思うので、よく言う言葉ですけど、AI と一緒に仕事をしていくっていうのが便利になるし大事かなっていう。なるほどねはい、ありがとうございます。じゃあ根っこくんどうですか？これからの AI 教育ってどうなっていけばいいですか？僕も学校とかで導入するべきかなというふうに思っていて、ただやっぱ AI はツールとしてかなというふうに思っているので、普段シャーペンや鉛筆を持っているのと同じようにタッチペンを持って、タブレットに書くとか、そういった形でツールなので、人間より先にいるものとか先を開拓していくものではなくて、人間が開拓してそれの代替として AI がいてくれる、一つのツールになってくれるっていうのを僕は思っていて、なので AI が先行してどんどん発展していくじゃないですけど、それとはまたやっぱ違うかなっていうふうに思っていて、ツールとして活用するのを学べる、そんな教育が必要かなっていうふうに思ってます。難しいね難しいけど、でもそれはきっとあれなんだよね。 AI だけじゃ AI っていうことを学ぶのじゃなくて全部きっとそうなんだよね。そうですね、なんかよくね、何のために勉強するんですかって言われるけど、そのやりたいこと、実現したいことを先に思い浮かべておいた方がきっといいんだよね、 AI もね。はい、そういうふうに思います。じゃあ小学生や中学生、これからのティーンたちはどんな思いを持って AI に向き合ってほしいですか？僕は特別な感情がなくていいかなっていうふうに思っていて、どちらかというと普通の勉強と同じように、ちょっとやるのめんどくせえなとか、これ何のためにやってんだろうなっていうふうに思いながら普段勉強していく方が、僕はあんまりその数学とか英語とか国語とかと区別なく学んでいくっていうのがマインドが大事かなっていうふうに思ってます。なるほどね。じゃあ英語、数学、理科、社会、AI みたいなそんな感じですね本当になるほどなるほど。そのぐらい身近になってくれると、やっぱいいかなっていうふうに思います。特別なものじゃなくてね。なるほど。はい、わかりました。大野くんどうですか？はい、僕はなんか逆に高校生と大学生上の世代についてちょっと言いたいんですけど、この僕が導入するべきだと思うのは AI の倫理についてもっと深く考える授業とか学問が増えていけばいいなと思ってて、今ってやっぱアメリカとか中国とかの AI っていう生成 AI みたいなのが尻を占めてるわけだと思うんですけど、そこに日本が参入するっていうのは不可能ではないと思うんですけど、可能性っていうのは低いし、難しいものなのかなと思ってて、逆にその日本とか群馬がこれからの AI の時代において生き残っていくためには AI の倫理っていうののルール作りであったりとか、そういうところを日本が主導してやっていくことがこの、日本の保守的な姿勢っていうんですかにも重なるし、大事かなって思いますね。でもそれはきっといろんな人のさまざま、さっき西山君も言ったけど権利だとかいろんなものを守ることにもつながるもんね、絶対ね。そうです、しもうその倫理を考えることで、人類全体に対する利益っていうのはすごいあると思ってます。なるほど。はい、僕エシックス研究者でもあるので、頑張ります。はい、じゃあ竹内君どうですか？そうですね、僕はなんだろうな、教育っていう観点に絞ると、なんかそんなにAI って騒がなくてもいいんじゃないかなっていうふうには考えていて、やっぱり僕がさっきお話ししたキーノートスピーチでお話しした内容もそうですけど、そういうふうになんかどんどん身の回りに自然と AI が溶け込んでくるのかなっていうふうに考えているので、だからそれこそ根っこくん
かながおっしゃってたように特にそう特別な感情を抱かずになんかその AI ってこういうものだよね、こういうふうに使うといいよね、こういう危険性があるよねっていう一種なんだろうな、その社会科というか、道徳というか、そういう学び方でいいんじゃないかなっていうふうには考えています。なるほどね。じゃあ例えば、自動車は便利だけど危ないところがあるよっていうのと同じような感じってことだね。はい、なるほど。はい、ありがとうございます。丹羽君どうですか？そうですね。教育っていう面で言いますと、これから、AI が普及した上で今まで新しい技術が生まれるためになったようにやっぱそれをツールで使うっていうことが必要になってくると思うので、必須としては思いますし、でそれを自分たちの業務に取り入れてより効率よくするっていうところを幼い頃から学べることができることが多いし、それを取り入れることが結構大事だなというふうに思っています。なるほどね。なんか今多分こう僕もいろんな群馬県の若者と一緒に何かさせてもらうこと多いんだけど、結構ここのメンバーはAI を使ったこう何かっていうところで言うとかなり新しいことをしてくれてるメンバーに今日話を聞かせてもらってるかなと思うんだけど、やっぱみんな似てるところはあるけど少しずつ違うんだね。でもきっとそういうもんなんだよねきっとねというのがだから一つの答えは多分ないんだろうなって、思うので、こうじゃあもう時間的にはこれで最後ぐらいかなと思うんだけど、こう今日2040年の群馬っていうところでさっき世界を牽引する産業って言ったんだけど、デジタルクリエイティブ、デジタルコンテンツっていうちょっとこうなんだろうな、エンターテインメントじゃないけど楽しさ、というところの今のティーンの考え方を最後に聞きたいなと思ってて、デジタルでクリエイティブしたりデジタルのコンテンツでも何でもいい、デジタルってつくもので一番それぞれが楽しいって思ってるもの、もしかしたらさっきの小野君みたいに今でもゲームなのかもしれないし何か分かんないんだけど、最後に一人ずつデジタルとかデジタルコンテンツ、デジタルクリエイティブ、 AI、 AR 何でもいい、一番これが楽しいです一つずつ言ってもらおうかな。じゃあ西山君から。はい、やっぱり自分が一番楽しいなってものは自分が思い描いた未来に近づくためのツールが完成した瞬間、例えばその途中ですけど、顔認証が成功したみたいな、一つ一つのそのデジタルの開発における達成した瞬間っていうのが一番作る側としては楽しいかなっていうふうに思います。なかなかね作って完成させるって難しいもんね。普通のこうデジタルじゃないものだと、デジタルだとねそれがやりやすいっていうの楽しいよねきっとね。じゃあ猫君どうですか？僕はちょっと分野的な話になっちゃうんですけど、通信に最近ハマっていて、通信、目に見えないんですよ、無線で飛ばすので。そうすると何が目に見えないんで何がどう動いてるか分からないけど自分で作ったプログラムでちゃんと動作するし、遠いところからこっちに情報が届いているっていうのを実感した時ももちろん面白いですし、それが次何につながっていくかを考えるのが僕はすごく楽しくて、例えば宇宙に例えばロケットを飛ばしたら宇宙から情報を得られるし、火星に行く計画とかいろいろありますけど、そうしたら他の惑星からも情報が得られたりとか、文字通り可能性を無限に広げられる分野かなというふうに思っていて、すごく今ハマってます知ってますなるほどね。じゃあ小野君どうですか？僕はヘルステックに興味が今あって、今自分がやってるのはまだ音楽ベースで、感情ぐらいなんですけど、そのもっとさっきの発表でも言ったんですけど、Apple Watch みたいな、ウェアラブルデバイスとか、あとはなんか最近はイヤホン型のノウハウ系みたいなのも広まってて、Apple の AirPods とかにもなんか搭載されるみたいな話とかもよく聞いてるんで、そのヘルステックっていうのはすごい人間の健康の在り方みたいなのを大きく変えるし、面白いなって思ってます。なるほどね。
はい、ありがとうございます。なんかこうもっとなんかゲームとかさ、そういうのが来るかなと思ったんだけど、すごいなんだろう、探求心というかね、知的好奇心というか学問みたいなところにも踏み込んでもらって本当にありがとうございます。で2人はこうティーンじゃないので、ね、ヤングだけど、また後でニマさんには、ねカンファレンスに出てもらうので、ちょうどそろそろ時間にもなるので、ティーンとそして若者から聞くこのパネルディスカッションを、そろそろ終わりにしたいなと、思います。ぜひ、みんなのこう希望を持って、世界を牽引する産業をみんなが作ってくれることを期待して、パネルディスカッションの時間を終わりにしたいと思います。それでは一旦ここで終わりにします。ありがとうございました。